こんにちは、さいとうなおきです。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。30代、匿名希望さんの質問ですね。斉藤先生、こんにちは。私はつい1ヶ月ほど前に絵を本格的に練習し始めた初心者です。私は最近人間の体を描けるようになろうと、美術解剖学の本の内容を模写したり、3日間上達法に取り組んだりしているのですが、行き詰まってしまったので質問させていただきます。簡潔に言うと、体を描く練習を始めて、最初の方は画力が上がったように感じたのですが、ある日からむしろ体が描けなくなってしまいました。自分の観察眼が磨かれて、違和感によく気づけるようになったのではなく、本当に描けなくなり、むしろ練習を始める前と同じか、それ以下のレベルに画力が下がってしまった実感があります。簡単な当たりを描くのにも苦労し、立体を使ってもうまく描けず、あれ前は描けたはずの体が描けなくなっているぞ。なんじゃこりゃーという状態です。私の身に一体何が起こっているのか、お答えいただけましたら幸いです。これからも応援しております。頑張ってください。とのことです。美的感覚の基礎と構造理解の基礎は違うもの。はい。匿名さんご質問ありがとうございます。まずね、最初に言っておきたいのは、匿名さんの1ヶ月の努力が無駄になってしまったわけじゃないので、そこはね、安心してください。匿名さんがね、一生懸命集めたピースは、後々パズルを組み立てる段階で役に立つ、カチッとハマるピースになってますので、これはね、全然意味がなかったわけじゃないです。元気出してくださいね。で、その上で匿名さんの身に起きたことは一体何なのか、練習をしたのになぜ書けなくなってしまったのか、まず最初に解き明かしていきますね。この質問はですね、かなり頻繁に初心者には起こりがちなことです。特にですね、物事を順序立てて真面目に取り組もうとする人や、あとはね、周囲の大人の意見に耳を傾けがちな人に起こりやすい問題なんですね。そういう人ってどういう人かっていうと、とにかく最初に基礎を固めようとする人なんですよ。もう世の中にね、こう溢れている浮ついた流行の絵なんかじゃなくて、しっかりとね、こうアカデミズムに裏打ちされたような美術解剖学とか筋肉の構造学なんかを使って構造的な成り立ち、理解から始めようとします。匿名さんもね、この方法、この考え方で、おそらく最初取り組まれたんだと思います。でね、最初も言ったように、これは決して間違った始め方ではありません。ですが、このやり方は、大きくね、2つの上達法の道があるとしたら、どちらかというとハードモードの茨の道から進んだことになるかもしれませんね。というのは、絵をうまく描くための基礎って、大きく分けてね、2つの基礎があるんですよ。一つは、匿名さんもやった構造理解の基礎。そしてもう一つ、美的感覚の基礎ですね。この2つの基礎、どちらが描けてもですね、人にうまいと褒められるような絵を描くのは難しくなるんですが、でもね、多くの人は勘違いしています。基礎って聞くと、構造理解の基礎を固めることだと、ついつい考えてしまうんですね。なのでね、皆さん基礎を固めようとすると、よーし、勉強するぞって言ってね、美術解剖学の本とか、筋肉の構造図なんかを買ってきて、で、お勉強し始めるわけです。なるほど、肘関節から手首にかけては、等速手根伸筋があって、それが親指側に続いている。で、小指側には尺側手根伸筋が伸びていて、そしてその間には単等側手根伸筋が収まっているのね。みたいなね。まあ、おそらくですね、匿名さんも勉強したところは違えど、こういう方法で始めたんだと思うんですよ。はい。まあ、確かにね、いろんなものの構造を理解するっていうのは、絵に説得力を持たせるためには非常に重要な観点の一つです。ただですね、イラストを描くための基礎を固めるという意味においては、これだと要素が一つ、すっぽりと抜け落ちてしまっているんですよ。それが美的感覚の基礎です。この美的感覚の基礎が匿名さんの中からすっぽりと抜け落ちてしまっているので、匿名さんは急に絵が描けなくなってしまったと感じるんだと思います。じゃあ美的感覚の基礎とは何なのかというと、それは以前ね、僕が紹介した動画、初心者必見、アプライドフォースをご存知ないを覚えているでしょうか。ここで出てきたリズムとフォースという概念。これが主にですね、美的感覚の基礎を理解するために必要な概念です。動画を見ていない、あるいは見たんだけど、どんな内容だっけっていう人は、この動画を見た後でですね、復習してみてくださいね。かなり大事なことを言っています。で、ここではね、ざっくりとリズムとフォースについて解説しますが、要するにですね、絵は構造的に整合性が取れているかどうかとは全く関係なく、美しいエネルギーの流れやボリュームの変化で構成されているよね。人間の目は物事をイメージや印象で捉えているので、内部構造がどうなっているのかとか一旦置いといて、美しいシルエット、美しいボリューム感にの
み重きを置いてスケッチしてみるのも大事だよね。という考え方ですね。先ほど言ったね、人体構造などを勉強して培った構造理解ができている絵が説得力がある絵だとしたら、リズムとフォースを学んだ後の美的感覚の基礎ができている絵は、いわゆるセンスがある絵に見えます。逆に言えば、リズムとフォースがすっぽりと抜け落ちてしまうと、なんかこの絵センスないな、なんかやぼったいな、と感じてしまうような絵になってしまうわけです。良さが感じられなくなってしまうんですね。基礎学習を始める前、匿名さんは何も意識していなかったがゆえに、構造理解のことも、リズムとフォース的なことも、感覚的にね、ミックスして絵が描けていたんだと思います。ですが、匿名さんは、ある時意識的に構造理解の意識のみを固め始めます。その結果どうなってしまったのかというと、一時的にリズムとフォースの考え方がすっぽりと抜け落ちてしまったというわけです。なのでその状態で絵を描こうとした匿名さんはびっくりしてしまいました。あれ？練習では描けていたのに、自分の作品を描こうとすると全然良いと感じられない。むしろ前よりも描けなくなっているように感じるって。はい。当然です。だって、良いと感じる絵については練習してないんですから。匿名さんが練習したのは、あくまで構造理解の練習であって、良い絵を描くための練習ではないんですね。二つの基礎のうち、一つを固めたに過ぎません。匿名さんが良い絵を描くためにはですね、もう一つの基礎、美的感覚の基礎を磨く必要があるんです。美的感覚を磨こう。先ほども言ったようにですね、匿名さんのやり方は特に間違っているわけではありません。どちらかというとね、構造理解の基礎って面倒な方の基礎だと思うので、よくぞそっちからやりましたね、と褒めてあげたいぐらいです。で、今の段階ではですね、匿名さんは構造理解の基礎についてはある程度できたと思うので、その上でもう一方の基礎、美的感覚の基礎を磨くことができれば、今のね、思ったような絵が描けなくて困っている状態から抜け出すことができると思います。はい。じゃあどうやったら美的感覚の基礎を磨くことができるのか、何か参考になるような教科書、参考資料があるかということなんですが、一つはさっきも紹介したリズムとフォースという本ですね。こちらの本を買ってもいいですし、さっき紹介した僕の動画を見てもいいです。むしろね、本の内容が難しかったから僕が動画にしたっていうのもあるので、最初はね、動画から入った方が概念の理解はしやすいかもしれません。で、このリズムとフォースという考え方をインストールした上で、その上でやってみてほしいのが、自分が好きな絵ってあるじゃないですか。なんかなぜかわかんないんだけど、この1枚の絵にすごく惹かれるんだよなっていう絵。そういうの皆さん1枚ぐらいはあると思うんです。なければ見つけてください。インターネットをね、漁っていれば、1枚ぐらい見つかるはずだと思います。そしたらですね、その1枚の絵をちゃんと正確に模写するんではなくて、今インストールしたリズムとフォース的な見方で模写してみてください。はい。ここではですね、僕の絵を使って例を示してみますが、こんな感じです。はい。普通の模写って、なるべく正確に絵を真似するように描いていくと思うんですが、このやり方はね、少し違います。一言で言うなら、気分の模写です。この絵を描いた作者は、どんな気分でこのラインを描いたんだろう、どのボリュームに気持ちよさを感じていたんだろうって、まるでね、自分がこの絵の作者になったつもりでですね、気分にフォーカスしながら、絵の流れのみを模写していってください。もうね、顔と首のつながりはこれじゃおかしいよなとか、指の長さはこれじゃ長すぎるよなとか、そういう構造的な矛盾や崩れについては、もうこの際どうでもいいです。むしろそういうことについては、一旦無視していいので、ただただ線の気持ちよさ、流れの気持ちよさに身を委ねてください。そうするうちに色々気づくはずです。あ、この髪の毛の流れがすごく美しい。このアクセサリーのこの角度でちょんってここに置いてあるから気持ちいいんだ。あ、なるほど。ここにエフェクトがバチバチって入ってるのは、このリズムを生み出すためのものなんだな。あ、そう考えると、髪の毛のハイライトがアクセントになってるぞ。などなど、構造理解とはまた違った視点で、流れやボリューム感の気持ちよさとしての絵の捉え方を学べるはずだと思います。で、これをね、何枚かやった上で、今学んだ気分を自分の絵に持ち込んでみてください。きっとね、驚くほど自分の絵が気持ちよく描けるようになっているはずだと思いますよ。はい。絵が上手い人は今言ったように、一般的に広く認知されている構造的な基礎とは別に、もう一個、美的感覚の基礎を理解している人が多いです。今ね、僕はあえて言葉にしましたが、普通はですね、言葉に置き換えて理解なんてしてないと思います。多分ね、すでにそれができている人がこの動画
画を見たら、ああ、そのことね。そんなの普通にみんなできることなんじゃないのと、彼らは言うでしょう。そのぐらい自然にね、無意識的にやっていることなので、だからこそこの問題は教えてくれる人がいないんです。だからこの美的感覚の基礎はすっぽ抜けてしまいがちなんですね。絵の練習はしたはずなのに、なぜか思ったような絵が描けないという人は、今言った美的感覚の基礎がすっぽ抜けてしまっている人が多いと思います。ぜひこの考え方、取り入れてみてはいかがでしょうか。はい、もう一つ簡単な質問に答えます。20代、田舎ガエルさんの質問ですね。斉藤直樹先生、こんにちは。突然ですが、私は雲が大の苦手です。虫の雲のことですね。しかし、絵を描いているとどうしてもモチーフやキャラクターデザインに雲を取り入れられたら雰囲気が出るなと思うことがあります。確かにね、スパイダーマンとかね。自分は趣味で絵を描いているだけなので、そういったことがあっても避けて描くことができます。しかし、絵を仕事にされている方は、自分が生理的に苦手なものを描かなければいけない。資料を集めなきゃいけないというタイミングがあると思います。そういった際、斉藤直樹先生はどうなさっているのかなと気になったので質問を送らせていただきました。お仕事的に NG を出しているのか、根性で克服しているのか、それとも仏のような斉藤直樹先生には苦手なものなどなく、この世のあまねく生物を愛してらっしゃるのでしょうか。いつも斉藤直樹先生の動画やイラストを見て学びと元気をもらっています。とのことです。はい。田舎ガエルさん、ご質問ありがとうございます。そうですね。正直に言って、生理的に描くものが嫌だっていうものは、ないですね。何を描けって言われても、楽しく描けると思います。いや、でもね、別に苦手なものがないっていうわけじゃないんですよ、僕。あまねく生物を愛しているわけでもないです。絵を描くことや、そのための資料集めに忌避感を感じるようなものはないというだけですね。例えば、日本人はね、特に苦手な人が多いと思うんですが、古い家によく出がちな、黒くて素早い虫がいるじゃないですか。あれはですね、僕も苦手ですね。例えば、触れって言われたら、かなり抵抗があります。あとは僕は直接的には見たことがないんですが、関西の方によく出没するらしい、でかい雲。あれなんだっけ？足高雲。あれをね、家の中でいきなり見かけたら、ちょっとギョッとすると思いますね。小さめの雲はね、いつも見ているので、割かし平気なんですが、でかいとびっくりすると思いますね。あとね、密集しているのもちょっと嫌ですね。寒い地方だとね、冬の小屋の隅っこの方にね、カメムシが密集して越冬している姿があるらしいんですが、ブワーって。ああいうのも生理的にちょっと忌避感を感じますね。気持ち悪い。ただですね、今言ったようなものを絵を描くために資料集めしましょうってなった瞬間に僕は平気ですね。だって直接触るわけじゃないし、画像を集めるだけじゃないですか。で、画像を改めてまじまじと見て、造形を確認してみると、結構ね、綺麗な造形をしている生物って多いんですよね。汚い、怖い、気持ち悪い、みたいなイメージとは裏腹に、造形的なバランスとしては非常に美しいフォルム、美しい造形だったりします。そういう理由かどうかはわかりませんが、絵描きってですね、虫好きの人多いんですよね、結構。これはね、余談なんですが、たまにですね、そういう虫好きの人から、斉藤さん、今度虫が食べられるレストランに行きましょうよとかね、お誘いを受けることもあるんですが、絶対嫌ですね。いや、だからといって、田舎ガエルさんが、絶対に苦手なものを克服しなければいけない。プロになったら雲を描かなければいけない。かというと、そんなことはないと思います。嫌いなものがあるっていうのは、それはそれで個性だと思いますから、単純にね、もう断ってしまってもいいと思いますし、その嫌いなものを利用できないなら、じゃあその代わりに何か代用品を使って、同じような効果を生み出そうか。そう考えるのが、自分のオリジナリティを生み出す一つの考え方かもしれませんね。例えば、雲って長い足が何本も生えているのがちょっと気持ち悪いわけですから、同じく細長くて何本もあるような、アスパラガスをね、8本ぐらい陳列して、中央にブロッコリーでも置いとけば、これ雲に見えるじゃないですか。雲がモチーフのデザインなんですね。って言われたら、いや、私は雲が苦手なので、これアスパラとブロッコリーですね。とか、ちょっと意味不明で面白くないですか？このアイディアが使えるかどうかは別として、苦手なものがあったら、無理に好きになろうとせずに別のもので代用する。というのは、オリジナリティを生み出すための一つの手法だと思いますので、その方向もね、合わせて考えてみてください。はい。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今日紹介したリズムとフォースについての動画、初心者必見、アプライドフォースをご存知ないについては、下の概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。